オスカー長編アニメーションを受賞した、宮崎駿最新作、君たちはどう生きるか。宮崎駿作品として、千と千尋の神隠し、以来の受賞ということもあり、現在は88億まで売り上げを伸ばしています。ですが、4月3日に公開された中国では公開からわずか5日で売り上げが110億円を超えました。そんなビッグニュースに夢中のスレミンの反応をご覧ください。5億円突破。約102億ってこと？マジで何が刺さったんだろう。110億だね。公開から5日ぐらいで日本の全期間売り上げ抜いたのか。米中どちらでもヒットか。中国人的に何が刺さったんだ？昔から旬の映画は中国で大人気。向こうでやっと見られるって騒いでたけどここまでとはね。上映は早めたんだがな。普段は海賊版で回りまくる中国でも、君たちはどう生きるか、はみんな自重してたみたいな噂は聞いた。ジブリ作品は中国じゃもともとドル箱だろ。千と千尋が90億だから意外に。調べてみたらこんな感じだったらしい君たちが頭飛び抜けてる。かなり最近になってやり始めたんだな。しかしなんで千尋そんなに強いんだ。だって君も千と千尋好きだろ？日本人以上に中国は受賞作品に弱い傾向がある。コアなファンもいるだろうし、アカデミー賞受賞作品なら見てみようという文化的経済的ゆとりが大勢の中国人にももう定着して長いってことなんだろう。ジブリファンというよりパヤオファン向けの映画なのによく外人に刺さったな。日本人が思ってるより世界的評価は高いのかもしれないしん。なんなら日本のアニメといえば宮崎駿みたいなとこあるだろ。まあパヤオの今までの実績ありきよね。とりあえずパヤオの新作なら見に行く。俺もそう。単純に宮崎駿のブランドがめちゃくちゃ強い。中国でもレビューの平均点は今までの作品と比較してかなり低い。それなのに売れてるのか。前作というか前公開作がめちゃくちゃ売れて期待されて見に行くってわけでもないのに。巨匠宮崎駿監督のおそらく最後の作品でアカデミー賞も取ったら話の種に見てみるかと思うのは日本でも CM 打てば見る人増えたのに。ここ数年中国ではずっと今まで上映されてなかった宮崎駿作品上映してて、去年もラピュタやってたし今月末にはハウルの上映が始まる。違法の DVD とかは販売されてなかったんだけどちゃんと公開されるのは初めてみたい。大きな箱で見直したい人も多いのだろう。向こうもオリジナルポスターか。中国版ポスター面白そう。ああ？このポスターなら客入るわな。でもこれは軽くネタバレしてるし。これくらいならよくあるポスターだろ。なんで日本はあんな鳥男のポスターだったんだ。日本ポスターは少なくとも内容に忠実だろ。内容隠して宣伝もしなかったらどうなるかを鈴木が見てみたかったから。内容が万人受けしなかっただけで実際初速はジブリ最高だったからすげえよな。日本のあのポスターだけの戦略は大成功だったと思うよ。何度も通用もしないやり方だけど、あれじゃなかったらもっと客入ってたと思うよ。事実として俺はタイトルとポスターで1時間以上説教されるアニメだと思ったから見てないしな。そもそもパヤオが説教映画なんて作ったことないやん。どこまで行ってもアクションファンタジーの人だしな。風立ちぬがちょい色が違うくらい。いつから説教されるみたいなイメージになったんだろ。ドキュメンタリーくらいじゃね説教してたの。取ってつけたような反戦だとかエコロジーとかああいうのを説教って言われてるうちに、まるで説教が全編にわたって繰り広げられてたかのような印象にでもなったんじゃないだろうか。旬に説教されてると思うくらいならどっちにしろ見に行かんやろ。興行収入的にどのくらいの成功なのかわからない。他のヒット作はいくらくらいなの？中国で公開された日本映画1位の、すずめの戸締まり、が 172.53 億円。日本映画なら80億も売れれば大ヒットだから5日で100億は驚異的な数字だよ。5日間でそれなら新記録確定か。スズメの倍のペースか。これなら中国で公開された日本映画で新記録確実か？世界で300億くらい稼いだ？今ちょうどそれぐらい。国外だけの興行収入ではスズメを抜いて歴代1位になる。中国の映画マーケットは頭がおかしい。人口多いからだろ。マーケットが日本と桁違いだからな。スクリーンの数は日本どころかアメリカもとっくに抜かれてる。単純計算してアメリカの5倍の人口だからな。日本とは10倍近く違う。なんだかんだ人口は力なんよな。中国の映画ランキングとか気にしたことないな。市場でかいのに。国内で完結できる市場規模だからな。インド映画より大きかったかな。エンドゲームは中国だけで初日で150億だからな。さすが日本はアメリカには負けるけど今はそれより市場でかくなってるし。
1950鋼の第7中隊。って映画は中国だけで9億ドル売り上げてるな。中国は国産映画が強いから去年日本映画として一番入ったスズメでも20位ぐらい。今年の春節で100円の恋のリメイク作品は1週間で540億円とか。全額没収されるんじゃないの？大丈夫？国外に持っていけないだけよ。ダメだった。信じるな。どんだけ日本が中国市場で小取引してると思ってんだ？中国は国外映画は買い切り型と売上ごとのロイヤリティ型がある。日本映画は長らく買い切り型だったみたいだけど君の名はからロイヤリティに切り替わってるみたいだから君行きもそっちだろ。普段中国毛嫌いしてるくせに結局中国市場当てにしてる情けない話だ。国内講習だけで黒字達成してるからボーナスステージやぞ。中国人のアニメ好きは異常。さすが中国だな。アニメ人気がある。すずめの戸締まりもそうだし。色々考察を生んでるようだな。明治維新の暗喩とか軍国主義の暗喩とか色々散りばめられてるようで。中国ってどんなアニメ流しても OK になったのか？日本軍絡みだけど OK なんだな。これは面白いこれは面白いしかし誰も面白さが説明できないのである。極端な話インコ兵が動いてるところだけでも十分面白いよ。ここは天国でありますか？わあほっぽくて好き。中国人はもともと文学好きだから単純にこういうのが好みなんだよな。日本でも80億超えてるし日本で受けたものは向こうでも割と受ける感じ。海外の方がヒットしてる感じ。何が刺さるんだろう。不思議の国のアリスやね。外国人って概念で見る映画好きだよね。アキラとかね。国内のビッグバジェット映画が説明刀だけだと思うわ。脳みそ空っぽでぼーっと見たいやつが多いんだろ。また難解なやつがそのうち流行るよ。米国だと全編にわたってファンタジーだからって理由だと思ってたが、中国だと文化も似てるしどこが刺さってんだろ。寝そべり族の金銭じゃね？寝そべり族とは住宅を買わない、車を買わない、恋愛しない、結婚しない、子供を作らない、消費は低水準、最低限の生活を維持することで、資本家の金儲けマシーンとなって資本家に搾取される奴隷となることを拒否する、といったポリシー。中国では1995年から2010年に生まれた約2億8000万人の Z 世代は、あらゆる年齢層で最も悲観的です。すべての時間を費やした受験戦争に勝ち、就職をしても過酷で発給の労働環境に絶望した若者がフリーターになる人が急増しているようです。競技ここまで凝った手書きのアニメーションってないし、今はどこも CG だらけであとテーマが難解っぽいので意識高い系にもハマる。アニメ的表現としては後の方はそれほどでもないけど最初のところはすごいよね。なんていうか漱石の夢十夜を思い起こされたというか、旬にとってのそういう作品なんじゃないかと受け取ったんだが。本当に欧米の児童文学みたいなジュブナイルを戦中日本を舞台にやったのがかっこいいしよくできてるん。だよねわかりやすいから海外でも大受けする土壌はあったところにアカデミー賞でブーストかかった。日本で売れなかったのはマジで宣伝のせい。これが本当に最終作かな。80過ぎて長編映画の仕切り役はきつすぎる。名誉監修とかそんなポストならまだ。パヤオやばいの？またなんか作るとか言っててやばい。安心した。今著名人がバタバタ亡くなってる中でパヤオは鈴木と元気にやっててすげえわ。